はい、始まりました。2日目です。1日目から見てくださっている方、ありがとうございます。くちばし仲間の萌えです。今日はパート1に続きパート2なので、どんどんサクサク進めてまいります。まだね、体の部分を折ってるところで、割と順調に進んでいく予定の場所です。だんだん、下半身が見えてきて、胸のあたりに差し掛かってきたところで、様子が見えてきて面白くなってきたところですかね。で、この動画の撮り方についてなんですけど、今はあらかじめ全てのこの作業を動画に収めた後に、その動画をちょっと短く編集して、でそれに後からナレーションを載せるという形にしております。でね、この方法にたどり着くまでにもちょっといろんなパターンを、検討したんですけど、私が2つのことを同時にやるっていうのがもうすごく苦手でこの作業をしながら、話すっていうのは、かなり難しかったんですよね。本当は、ここをこういう風に縛ってとか、ここはこういう色選びをしてとか、この解説を交えながら動画を撮っていくっていう、そういう方法も検討したんですけど、2つ同時になると必ずどっちかちょっとおろそかになっちゃって、ちょっと動画としては成立しないなっていうことが分かりました。普段の生活でも例えばお料理してる時とか、誰かに話しかけられると、手が止まっちゃうんですよね。で、いや作業しながらでいいよ、手止まってるよって言われて、ああそうだったねって、作業に戻って、でそうすると話がどれだけ途中でもそこで一旦中断しちゃって、でいや話しながらで構わないよって言われても、ああそうだったね、話してる途中だったねって言って話し始めたら、また手は止まってしまうという。でね、マルチタスクできたらいいなって思ってはいるんですけど、なかなか今のところ身につかないです。ただこの動画の撮り方とか編集の仕方については、今はまだまだちょっと模索中で、できるだけ見やすくて楽しめる動画にしていきたいなって思ってるので、多分この動画の形っていうか形式みたいなものはこれからどんどん変わっていくかもしれないんですけど、よりいいものにしていけたらなと思ってます。あとこの動画を撮ってる時にもうこの音が残ってないので、見てるだけではちょっとわからないところなんですけど、この時計がすごい音の大きい時計で、このブルーのこの時計、見た目がすごく気に入って、この左端に置いてあるガラスのインコのご神体とこのサイズ感も一緒だったので、もうこの作業のお供は絶対これだって思って選んだ超お気に入りの時計だったんですけど、いやもう存在感がすごくて、カッチッカッチッカッチって
もうなんかこんなに音の大きい時計はなんか知らないってぐらい、もうすごい大きい音なんですよ。なので、今ねこの声を収録しているこのタイミングでは、ね、この時計の音が入ったらちょっとうるさいかなって思って、今クッションに挟んで隠してありますもう本当に、いやなんかね海軍だったかな、なんかどっか外国のそのなんか10秒とか30秒とかこの体で覚える訓練とか、なんかそういうのがあるって、なんかどっかで聞いたことあるんですけど、本当にねこの時計と暮らしてると、なんか多分なんか自然とそのなんか秒針のこのなんか速さみたいなものがなんか体でなんかだんだんなんか覚えてくるっていうか、なんか刻まれてくるんじゃないかって、そんなすごい時計です。で、なんかだいぶちょっと話が脱線しちゃったんですけど、この針についてちょっとお話ししておこうかな。今ねこの針の長さがこの作品の長さと合ってなくて、本当はこの作品の横幅より長い針を使うとこの1回で通し切れるので扱いやすいんですけど、今私が使ってる針は、だいたいそうだな、全体の3分の2ぐらいで終わるぐらいの長さの針を使ってます。でそれはもうこの針が一番細くて便利だからこの針を採用しました。一応なんかビーズ折り用の針っていうのは持ってて、でそれだと、この作品の、倍ぐらいの長さの針っていうのを持ってるんですけど、ちょっと太いんですよ。なので、このビーズには、ちょっと合わなくて、1回ビーズを通す分には、余裕で通るけれど、この折り返してターンしていくところ、そう今通している、そうこのターンしていくところがもうちょっとこの一つのビーズにつき糸が2回目通るっていうことになると、もうそれがちょっときつくて、はいで今ちょっとこれアップにしたんですけど、これねこう縦糸に噛んじゃってるんですよ。この横糸を通してった時にこのなんか絶妙に縦糸をなんかこう通しちゃってる。でこうなったらもう横糸が下にも上にもずらせなくなっちゃうので、こういう時は一旦針を抜いて、でこう縦糸に通さないようにもう一回横糸を通し直します。バッチリ。そうこれがね結構最後の糸の始末の時にも大事なポイントになってくるので、あえていつもこうねちょっと上の方で横糸を通して下にずらしていくっていう形をとってます。はい、パート2後半です。先ほどまでお話ししていた縦糸とかの糸の話ですけど、縦糸の始末っていうのは全て織り終わった後の最後の工程になるので、またそこまで行った時にお話しします。でこの針については
この結局この一番細い針っていうのが、扱いやすいかなっていうのが今のところの結論ですね。でこの動画内にこのカーソルが残ってしまっていて、今だったら、こう動画の右やや下ぐらいにずっとカーソルが映ってます。でこれは私がちょっと操作方法を分かってなくて映ってしまいました。これは、このポコちゃんタペストリーを作ってる間は、ほぼ全編にわたって映っているんですけど、ごめんなさい。次の作品からは、こうならないように気をつけます。でこのパート2後半は、ちょっとポコの思い出と、あと今くちばし仲間でお留守番ミュージックも動画で出してるんですけど、ちょっとそれの紹介を簡単にさせてください。でこのポコとの楽しい思い出の一つに、毎日一緒に私の職場まで通勤していたっていうのがあります。かなりね理解ある職場だったと思うんですけど、ポコ用の棚とかも作って、で結構大きなカゴも置かせてもらって、で毎日家と職場を一緒に往復してました。これについてはお世話になっている動物病院の先生にも相談したんですけど、もうインコはもうやっぱり寂しいのが一番良くないから、もうそれはすごくいいですよって、太鼓判をしてもらえたんですけど、この通勤方法がバイクで、私がバイクに乗るときはポコは虫かごに入ってもらって、でそれを私が首から下げて、でちょっと風よけのジャケットを羽織って、それで一緒に意気揚々と20分ぐらいだったかな、バイクで一緒に走っていくっていうのを繰り返してました。もう最初の頃はもうなんかそれがポコのストレスになるんじゃないかってすっごい私は心配で落ち着かなくて、もうバイクももう30キロにも満たない、なんか20キロとか、もうなんかそろりそろりって走りながら行ってたんですけど、でもなんか実際にはポコはなんか全然余裕だったみたいで、もう運転してる間中ずっとおしゃべりしてくれてました。ジャケット羽織ってるんでちょっと声はくぐもって聞こえてましたけど、なんかすっごく楽しそうで、だから、それが習慣になってきたら、もう朝はもう自分から虫かごに入ってきてくれるし、そうお休みの日でももうなんか入ってきてくれることもあって、いや今日はお休みだからいいんだよって、なんか帰ってなんか楽しみだったのかな、なんか出かけなくてごめんねっていうぐらい、もう堂々と虫かごに入ってきてくれてて、帰りは帰りでもう片付けとかしてると、もうその帰る時間を察して虫かごに入ってきてくれる、なんかすごく理解ある姿を見せてくれてて、なんか毎日の往復がすごく楽しかったですね。だけどそんな生活を確か4年ぐらいして、
でその後ちょっと職場が変わることになって、でやっぱり環境が、私自身の環境がちょっとそこで変わったので、なんかポコに寂しい思いをさせないように結構どうしようって考えて、だからそこからは今度はポコに寂しい思いをさせたくないから、ポコが寝た後の時間にできるだけ活動しようってなったんですけど、それでもやっぱり例えば私自身がなんか病院に行くとか、やっぱり何かポコを置いて出かけなきゃいけない時っていうのは、もうそういう時ってもう本当に落ち着かなくて、もうたとえ1時間ぐらいのお出かけでも、なんかポコがなんか寒いとか暑いとか、なんか部屋の室温大丈夫かなとか、なんか寂しくてしょんぼりしてないかなとか、傍から見たらだいぶ過保護なんでしょうけど、もう本当落ち着かなくてっていう、なんかこの落ち着かない気持ちっていうのも、楽しい思い出と一緒に結構印象に残ってて、なのでこのくちばし仲間っていうこのチャンネルを作った時に、なんか今の私がこのインコを現在飼っている人たちに何か寄り添えるものないかなってなんか考えてた時に、やっぱこのお留守番中のなんか落ち着かない気持ちに何か役立てないかしらっていうところにたどり着いて、それでインコ専用のお留守番ミュージックっていうのをちょっと作ってみました。この鳥の好きな波長とか、なんかこのよく聞こえる音とかがあるっていうのをこう調べて分かったので、そういうのを中心でなんか音楽を作ってみたら、なんかちょっとこのインコたちのお留守番タイムが少しなんか楽しいとか、そんなテンション爆上がりまでいかなくても、ちょっとこうなんか色がついたらいいかなって期待してます。ちょっと試しに聞かせてみてあげてほしいです。そして2日目、ほっぺが見えるところまでやってきました。このほっぺって本当可愛いですよね。3日目はいよいよ顔の部分に挑戦していきます。チャンネル登録、いいね、ぜひぜひよろしくお願いします。